こんにちは、鷹の目工作室です。今回は4インチおよび5インチ兼用のバックプレート作成の続きになります。前回はこの穴開け作業で使うカッターが手元になかったので作業を中断していました。作業自体はいつも通り細めのドリルで下穴を開けて最終形のドリルで穴を広げます。この素材は鋳鉄なので切削位は不要です。鋳鉄は削ると黒煙が出てきて、これが潤滑の役目をします。この黒煙は微粒子になって飛散をし、周囲を黒く汚染するので厄介です。貫通口が開いたところで、ボルトの頭を沈めるため、ザグリカッターを使います。直径が適当であれば、エンドミルで代用もできますが、今回は M8 用のカッターを購入しました。ここでの反省は、実際に穴にボルトを入れてみて、ボルトの頭が十分沈むかどうかを確認しなかったことです。頭が出っ張ってしまうようなことはありませんが、余裕もありませんでした。面取りをして一つ完了です。ロータリーテーブルを90度回して5インチチャック用の穴を4つ開けます。4インチチャック用の穴は3箇所です。バックプレートのスタッドと PCD が近いので、スタッドとスタッドの中間に穴が来るように位置を決めます。
こで問題発生です。一つの穴位置を間違えていました。修正のためには新たなエンドミルを購入する必要がありました。穴加工が終わりました。だいぶ穴だらけになりましたけども、これのこちら側の加工をする前にチャックと穴位置が合ってるかどうか一応確かめてみたいと思います。問題なく止まるようですね。で、座繰りの深さが若干控えめだったようで出てないか、ちょっと心配です。この面はスピンドルノーズとつらい位置になるので、出っ張ってると支障があります。一応問題なさそうですね。後で問題が出るようだったらば、本当は座繰りを深くしたいところなんですけれども、この穴位置を合わせて座繰りを深くするのは難しいので、このボルトの方ですね、ボルトの頭の方を、削って調整をしたいと思います。もう一つ、これ。4インチの三つ詰めチャックの方とも合わせてみたいと思います。こちらの方は先ほどもあれしたんですけども、この穴ですね、この穴一回開け間違えてしまって、なんとか横にずらして、修正をしました。これで合ってるかどうか確かめてみたいと思います。こちらも位置は大丈夫そうですね。深さは同じにしたんで大丈夫だとは思います。一応確認をしたいと思います。それではこの後、反対側の面ですね。こちら側の面に、このチャックのこんな感じですかね。チャックのこの印籠にはまる段差を削るんですけれども、説明繰り返しになりますが、この
5インチ用はそのまま削ればいいんですけれども、4インチ用はちょっとこのままではいけないので、ここにはめる、カラーですねを作りたいというふうに思います。ただし、これをいきなり削ると失敗すると、取り返しがつかないので、このもともと5インチのチャックについていたバックプレートを練習台として予行演習をしたいと思います。練習台とはいえ、これも成功すれば別の用途で使いますので、再利用する時のことも考慮して作業をします。レジスターを基準に芯出しをして旋盤にセットします。このバックプレートのレジスターはテーパーになっています。再利用の際には大きさの違うテーパーを作ることになるので、このテーパーは削り落とします。穴が十分に広がったところで穴の直径を正確に測ります。使っているのはテレスコピックゲージというものです。テレスコピックゲージに写し取った穴の直径をノギスで測ります。テレスコピックゲージを使うと穴の奥の方の直径も測ることができます。穴の周囲の面取りをしてバックプレート側の作業は一旦終了です。カラーの素材を切り出します。素材は鋳鉄の丸棒で動輪を作った時の残りです。切断の開始です。
これだけの大物になると切り子も大量に発生します。20分かかってやっとのことで切り終わりました。バンドソーでの切断面は直角ではありませんし、外形も歪んでいるので、この後の作業で掴む部分を削っておきます。切り子ができるだけ真下に落ちるようにバイトを上下逆にして使っています。ここで注意すべきことは、主軸の回転がいつもと逆にする必要があるという点です。ついうっかりいつもの癖で主軸を正転したままバイトを当てると調光チップが欠けてしまいます。分かっていてもついやってしまいます。ワークをひっくり返して今削ったところを浅くつかみます。単面を削りますが、つかみが浅いので少しずつ慎重に削っていきます。センター穴を開けて回転センターで支えます。これによりつかみの浅いのを補います。まずは外径を 90mm から 75mm まで削ります。ワークの直径が大きいので、チャックは外付けにして使っていますが、内側の段で掴んでいます。爪の近くまで削ろうとすると、外側の段とぶつかってしまいます。そこで外径削りでもボーリングバーを使い、段差の内側を削っています。材料の大半を削り捨てることになるので、切り子も大量です。ある程度削ったところで、バイトのシャックが新押し台と干渉するようになりました。仕方がないのでサポートなしで削りました。この部分はバックプレートの穴にはまる部分です。バックプレートとの結合方法を何にするかは悩みましたが、結局焼き場目にすることにしました。このためカラーの直径はバックプレートの穴より100分の5大きくしてあります。カラーの中心に貫通孔を開けていきます。ここでも細いドリルから始めて、だんだん太いドリルで穴を広げていきます。
このドリルは 13mm、ストレートシャックドリルとしては最も太いものになります。さらに太いドリルはテーパーシャックになります。ドリルと芯押し台のテーパーが異なるので、ドリルスリーブを使います。このドリルは 19.8mm です。これは私の持っているドリルで最も太い 22.9mm です。ここからさらに中繰りで穴を広げていきます。この穴は今回の作業では必要ではありませんが、再利用をする際に必要となるので、ここで途中まで作業をしておきます。最後に面取りをしてカラーの完成です。バックプレート側とカラー側それぞれ準備ができたので、
焼き場目を行っていきます。加熱には台所のガスコンロを使いました。ガスの炎がちょうどバックプレート全体に当たるので、全体均一に加熱できると考えました。初めての体験なので、条件などは全くわかりません。ひとまず温度は200度を目標としました。時々赤外線放射温度計で温度を測っています。温度設定のできる電気炉があればベターなのですが、ないものは仕方ありません。火力を上げれば短時間で加熱できますが、温度ムラができるのが心配です。テンパーカラーが出始めていますが、温度計は150度と出ています。金属のように表面の反射率の高いものは、放射温度計の反射率を調整しないと正しい温度は測定できません。テンパーカラーからすると、この時点ですでに200度を超えています。
ごく温度を測っていますが、おそらく200度台後半になっているでしょう。炎を消して、火を消してカラーをはめます。あっけないほど簡単にはまりました。このまま放置して完全に冷えるのを待ちます。それでは本番です。カラーの作成手順はリハーサルの時とほぼ同じです。寸法は異なるので、その点は注意が必要です。冷えている状態ではギリギリはまらないことを確認しておきます。リハーサルでは加熱しすぎたという反省から、テンパーカラーが出始めたところで加熱をやめることにします。成功しました。十分に冷えるのを待ってからこの後の加工を行います。ここからがバックプレートの加工で最も重要な作業になります。前回も含めてここまでは準備作業です。
中心に貫通孔を開けます。手順はリハーサルの時のカラーと同じです。ドリルに固くはまり込んだドリルスリーブを外すには自作のドリルイフトを使います。後からはめたカラーは最終的には高さ 2.5 ミリまで削る必要があります。しかし、この部分をすべて削り捨てるのは大変です。そこで、できるだけ多くの部分を突っ切りたいと思います。突っ切りバイトのブレードには長さの限界があります。つかみしろの段差を削り落とします。壁の厚さを薄くしたいので穴を広げます。ところが、切り子よけが邪魔で、ボーリングバーが届きません。そこでやむなく一時的に切り子よけを外すこととしました。同じ厚みを削るのであれば、内側を削る方が少ない体積で済みます。この突っ切りは溝の深さが限界近くまで深くなるので、左右に溝の幅を広げながら削っていきます。
輪切りの出来上がりです。これだけの大きさの材料であればどこかで再利用できるでしょう。いよいよ高い寸法精度が必要となる加工です。4インチチャックの印籠とぴったりはまるサイズの直径に仕上げます。少し削っては直径を確認します。印籠の直径でノギスの表示が0になるようにしてあります。これにより目標直径との差が直読できるので計算間違いの心配がありません。最後にバリを取り直径を再確認したらチャックと組み合わせてみます。段差の高さが 2.5 ミリとなるように表面を削ります。これで4インチチャック側の加工は完了です。今度は5インチチャック用の段差を削ります。最終的には深さ3ミリですが、仕上げ代を残して粗削りとします。中心のボスの時と同様にチャックの印籠の直径に合わせて注意深く削ります。
チャックとのはめ合いを確認したら、段差の底を削って仕上げとします。念のため4インチチャックと接する面も浅く仕上げ削りをします。最後に全体的に面取りを行って仕上げとします。一度バックプレートを脱着して各面の触れを確認しておきます。すべて問題なさそうです。再度チャックと組み合わせて状態を確認します。
これで4インチの三つ詰めチャックと5インチの四つ詰めチャックが使えるようになりました。ご視聴ありがとうございました。